今回は石川県加賀温泉郷の観光地を巡回バスで巡ったり、レンタカーで隣の福井県の観光地を巡った時の動画です。今後、北陸旅行に行かれる方の参考になれば幸いです。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。最初にご紹介するのは、片山津温泉のシンボル、柴山潟。湖に面したホテルに宿泊すれば、部屋の窓から変わりゆく湖面の色の変化を楽しめますし、白山連峰を見ながら、カヤックやサップ体験もできます。次は、加賀周遊バス、キャンバスに乗って観光できるスポットのご紹介です。まず最初にやってきたのは、加賀伝統工芸村、湯の国の森。ここは13万坪にも及ぶ自然豊かな森に、かやぶきの古民家を移築した伝統工芸村。その風情あふれる空間の中で、伝統工芸の見学や体験もできるようです。目の前に見えてきたのは、アンブレラスカイ。いろんな色の傘が飾られていて、太陽の光と傘の色が相まって、インスタ映え間違いなしのスポットです。昔風情な景色と色とりどりの傘の色が融合して、他では決して味わえない風景の中を歩くことができます。こちらは友禅流し。金沢の伝統工芸、加賀友禅の工程の一つで、生地についている糊や余分な染料を川で洗い流す作業だそうです。他にも敷地内には様々な伝統工芸の館があって、たくさんの作品を間近で見たり、実際に体験することもできます。せっかくなので、今回は蕎麦打ち体験に参加してみました。蕎麦を作るのは全く初めてだったんですが、職人さんが親切丁寧に教えてくれるので、全くの素人の僕でも無事に蕎麦を完成することができました。蕎麦を切るのはテレビで見てると簡単そうだったんですが、実際にやってみると結構難しくて、太さが不揃いな蕎麦になってしまいました。でも蕎麦打ちって面白いですね。蕎麦作りにハマる方の気持ちがよくわかりました。蕎麦打ち体験が終わると、蕎麦打ち名人認定証をいただきました。では早速、自分で打った蕎麦を食べてみます。はい、自分で打った蕎麦がやってきました。なんか平打ち麺みたいになってますね。上手だと言ってくれたんですけども、お世辞かどうか食べてみたいと思いますね。まずは食べます。いや美味しい。これはね、妻がね普通に頼んだお蕎麦ですね。色も違うし、なんか薄さも違いますね。ツルツルしてる。こっちの方が結構ツルツルして喉越しいです。こっちはなんかね不揃いなので、でもこっちも美味しいな。はい、今食べ進めてきたんですけど、だんだん美味しくなってきましたね。こっちの方が妻が頼んだやつはね、やっぱ機械で打ってるせいか全部均一なんですけど、これ結構ねやっぱ手でやってるせいかバラバラなんですけども、それが結構ねつゆに絡んで美味しいです。だから手打ち美味しいんですよね。つゆも絡むし、歯ごたえもいいし、機械で打ったやつはもう全部全く同じなんですよね。味は一定してるんですけど、こっちの方がね、自分で打った手打ちの味があって、自分のあれを過信するわけじゃないですけど、味がこっちの方が美味しいですね。手打ちそば、皆さんね、美味しいというのがよく分かりました。よかったら皆さんも挑戦してみてください。失礼します。次に巡回バスで日本自動車博物館に行きました。ここは日本最大級を誇る自動車博物館で、20世紀に日本国内で活躍した車を中心に、常時約5000台の自動車を使用していた当時の状態で展示しています。メーカーやジャンルなど様々なコンセプトでくくった分類で展示しています。昔懐かしい車や憧れていた車など、昔を思い出しながら見学できる施設で、車好きの方にはおすすめです。3つ目の施設は月うさぎの里。こちらのうさぎ広場では様々な種類のうさぎが自由に過ごしているので、うさぎの餌を購入して好きなうさぎに餌をあげて触れ合うことができます。餌をあげると嬉しそうに食べてくれるうさぎの頭をそっと撫でているだけでとても心が癒されます。お子さん連れの方はもちろん、
日々のストレスで癒しが必要な方におすすめです。4つ目は中谷浮一郎雪の科学館。こちらの施設、初めて人工雪を作ることに成功した中谷浮一郎氏を記念して、加賀市が出身地の片山津温泉に建設されました。ダイヤモンドダストや氷のペンダントなど美しくて不思議な実験が楽しめます。ただこの施設、2026年3月31日まで休館となっていますのでご注意ください。今度はレンタカーを借りて隣の福井県の観光地に出かけます。レンタカーに関して観光案内所の方にアドバイスをいただいたんですが、レンタカーは加賀温泉駅周辺の駅で借りるのではなく、隣町のスマイルレンタカー淡津温泉店で借りてホテルまで持ってきてもらう方がお得だよと教えてくれました。実際に軽自動車を2日プラス8時間借りたんですが、13,750円とお得に借りることができました。レンタカーで最初に向かったのは東尋坊。ここは刑事ドラマで犯人がよく追い詰められる崖としても有名な断崖絶壁。約 1km にわたり豪快な断崖が広がった景色は世界で3カ所しかないと言われ、世界三大絶唱として地質学的にも大変貴重な場所となっています。こちらの崖を海から見たかったので観光遊覧船に乗りました。お待たせいたしました。本日は遊覧船ご乗船いただきまして誠にありがとうございます。お客様のお願いがございます。救命胴衣はお客様の座席の下にございます。着用の際はね、よろしくお願いいたします。それでは前方の方に出ます。橋のかかったお島へとね向かってまいります。島の真ん中あたりまでのむき出しと岩をご覧ください。南に45度に傾き、沖合から押し寄せる荒波に似ているところから波形岩と呼ばれております。東尋坊の岩石は柱を立てたような形状、こちらは柱を吊るしたようになっております。東尋坊と上下逆になっているところから逆さ岩と呼ばれております。左少し前方、岩石が白っぽいところをご覧ください。あの白っぽいところを下から見ますと大きな蜂の巣に似ているところから蜂の巣岩と呼ばれております。白っぽいところの部分は石灰成分が出たものです。東尋坊の岩石は柱状節理と言います。柱状の柱は柱という字を書きまして、柱を立てたような形状となっております。船が進んでまいりますと、この柱状節理がだんだん大きくなっていくのをご覧ください。これほど大きな規模の柱状節理は非常に珍しく、世界に3カ所にしかございません。北朝鮮の金剛山、ノルウェー西海岸、そしてお客様が今来ていただきましたこの東尋坊でございます。はい、両耳たたかみさせて大四宮の真後ろとありますこの大四宮は船からしかご覧になることはできません。この辺りから見ますと前足伸ばして丘の方を見て座ってるようにも見えます。どうでしょう、大四に目立でしょうか。ちょっと微妙、小高い岩がございます。その奥の方、千畳敷って場所がございます。非常に足場の良いところでございます。足場が良いので撮影にもよく使われております。火曜サスペンス劇場では死体の上がる場所でございます。船が崖に近づくと、崖がこちらに迫ってくるかのようなものすごい迫力で見ることができたり、いろんな名前のついた変わった形の岩を地元ガイドの方の解説を聞きながら見れるのでおすすめです。もちろん崖の上を歩くだけでも刑事ドラマの雰囲気を味わえるのでおすすめです。この絶壁の上に立つと自分の罪を告白したくなる犯人の気持ちが少しわかるような気がしました。他にも福井県立恐竜博物館にも行ってきました。施設の真ん中には大きな T レックスが迫力のある雄たけびを上げて入場者を迎えてくれます。この恐竜がかなり精巧に作られているので、家族連れの赤ちゃんが怖がって本気で泣いていました。こちらの博物館、世界三大恐竜博物館の一つだそうで、とても広い空間の中に
所狭しと恐竜の大きな骨格や化石、標本、ジオラマ、復元模型などが展示されていて、大迫力の恐竜を間近で見ることができ、子供だけでなく大人でも楽しい博物館となっています。こちらはジュラシックパークでも出てきたラプトル。まるで本当に生きてるみたいですね。福井県に行くならこの博物館は本当におすすめです。いかがでしょうか？加賀温泉郷はバスでいろんな観光地を巡回することもできますし、レンタカーを借りれば隣の福井県の観光もできるので、今回たくさんの観光地を回ることができました。もし皆さんの知っているもっと魅力的な観光地などあれば、ぜひコメントで教えてください。今回の動画が良かった方は、ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。